いらっしゃいませ。キラキラチャンネルのキララと、クララでーす。もう2026年もすっかり6月ですけど、いやー、上半期も大変お世話になりました。なりましたね。でさ、キララは上半期、なんかお買い物しましたか？しましたよね？ということで、キラクラの2026年上半期マストバーイイエーイ可愛いすぎ。まあ、買い物ね、しましたよ。ピックするのにちょっと迷ったと言いますか。あ、ほんと？うん。うちはね、逆に、実はあんまり買い物してなくて。まあ、クララはね、そうそうあんまね。だから、渾身の、渾身の一撃。一撃。二撃。逃撃。いや、楽しみだな。ちなみに、その、自信というか、便利系？ああ、何系ってことね。そう。これは、みんなのお悩みを解決できる商品たちかもしれない、うちのやつは。そっちは何系？いや、私は、一個は、欲しい人が、若干、限られてくるかもしれないんだけど。なんだ？もう一個はね、ちょっと、クララにぜひって。なんだと？みんなにももちろんだけど、それを買って試した時に、もうこれ絶対に入れようと思って。はい、じゃあ、二人でね。やっていきますか。やっていきますか。楽しみ。はい、じゃあ、紹介していきます。いくぞ。はい。ということで、まず、私から紹介していきたいと思います。クララの上半期ベストバイ一つ目は、こちらです。じゃじゃーん。首サポーター。正式名称が多分首サポーターなのかな？はい。わあ、これは確かになんかもう、このパッケージからみんなの悩みを解決してくれそうな感じが。こちらはね、この現代人のストレートネックを解消してくれる素晴らしいサポーターでございます。こんなんあるんだ。首のサポーター、ストレートネック防止のサポーターって、いろいろ種類があるんだけど、うちが特におすすめしたいのがこれだね。なんかいろいろ試したってわけじゃないんだけど、もともと買うきっかけになったのが、おもころチャンネルでアルファさんが首サポーターを買ってらして、それをおすすめしてらしたんだけど、そのアルファさんがおすすめしてらしたのは、空気を送って、畳まれてたやつがどんどん分厚くなっていって、自分の首にフィットして、こう、曲げれないみたいな。そう、なってたんだけど、それは空気を入れるのがこう、シュコって感じで、ちょっとめんどくさそうだったの。入れるのも抜くのも、ちょっとめんどくさそうで、空気以外で、もっと手軽に使えるやつ。そう。ないかなって思って見つけたのがこちらです。でね、こうみんなさ、首の太さも高さもさ違うじゃん。空気入れる式だと多分自分のさ首にちょうど形がなってくれると思うけど、これはどうなんだっていうと、こちらはね、なんとベルトが2つで1組、マジックテープの高さをずらして使うことで自分の首の高さに合わせれんの。めっちゃフィットするし、なんとこれ丸洗いもできるらしいので。丸洗いできるんだ、すごい。でね、使用感、ちょっと話したいんだけど、めちゃくちゃいい。ちなみにそれ、どのくらいクララは使ったの？説明書とかにも書いてるんだけど、長時間つけても大丈夫なの。これは、つけながらデスクワークをしても大丈夫なやつ。休憩時間ちょっとだけつけるとかじゃなくて、もう仕事するときはストレートにならないようにこれを装着するっていう感じ。だからそもそもストレートネックにならなくて、首が痛くならないっていうやつ。で、こんなさ、ベルト一つでさ、その正しい位置に行くのって思うじゃん。まあ、正直ね。行くねん、これが。行くねん。行くんか。行くねん。いや、マジでびっくりするよ。つけた瞬間に、この辺が全部スッキリすんの。すごい。
正しい視線の立ち方とかって教えてもらうじゃん。どこにも力入れなくていいよとか言われる。肩の位置はここみたいなね。そうそう。けどさ、言われても正直ピンとこないでカチッとはまんないじゃん。でもこれつけたらカチッとはまります。もう。なんか、あ、ここが正しい首の位置なんだって。マジで力いらないの。使ってるうちにこの首の正しい位置覚えてくるから、究極使わなくても大丈夫になってくると思う、そのうち。でもあった方が安心だね。このお値段も試しやすくていいね。同じような形状で他の会社さんのとかもあったりするみたいなんだけど、安くてこれぐらいで手に入るみたいで、それでね、マジで QOL 爆上がりするし。いいなぁ。今この動画を見てるみんなもね、その首の位置正しいですか？どうですか？使ってみるわ。これが私のベストバイです。ご清聴ありがとうございます。一旦私はこのクララが買ったやつ買ってみようと思うけど、別のやつ使ってみるのいいかもね。これが合わない人もいると思うから。そうだね。あるかもだから。でも私はこの丸洗いできるっていうところに結構マジでいいよね。それ丸洗いって言葉ってありがとうって感じ。マジでそう。はい、じゃあ次キララの混ぜて。じゃあ私の品目1商品目これ何に使うか多分わかんないと思うんだけど、一旦見て。こちら一穴パンチです。文房具何に使うかわかる気がするけど。そうだよね。なんだけど、まあこれちょっと巷で流行ってるんだよ、この一穴パンチが。そうなの？そう。でもなんでってなるじゃん。まあ便利そうではあるけど、そんなってなるでしょ。見てほしいものがあって。このさ、最近、目印アクセサリーって流行ってるの知ってる？かわいいよね。ガチャガチャとかで。そう、ガチャガチャかな基本的に。で、これが今すごい若い子の間で流行ってて、こうやってね、私もやってるんだけど、リップとかにつけるのよ。なんだけど、ハンドクリームとかもそうだけどさ、筒状じゃないものとかあるじゃん。チューブ系のやつ。そう、チューブタイプね。そういうのにもつけたいとき、あったりすると思うのね。こうやって、ハンドクリームとか、このチューブタイプのリップの上の方に穴を開けて、そこに引っ掛けるのよ。めっちゃ可愛いやん。めっちゃいいでしょ？知らなかった。そう。これが流行ってて。これにその穴のサイズがちょうどいいんだ。そう。だからこの一穴パンチも間違えないでほしいのが、穴の大きさがいっぱいあるのね。5ミリとか、もうちょっと大きいのもある7ミリ。大きすぎると、チューブの上のところに、穴開けられないっていうか中身出てきちゃうから。当たり前だ。そう、当たり前。そう、だから、ちゃんと3ミリのやつとかを買ってほしいかな。3ミリがおすすめ？ 3 ミリがおすすめかな。細すぎても、カニカンだっけ？入らなかったりするんだよね。そう、だから、なんでも引っ掛けられるのはだいたい3ミリかな。2ミリ、2.5 ミリとかのやつもあると思う。でも私は3ミリが汎用性が高くって、何にでも使えるから、一旦3ミリがおすすめかな。目印アクセサリーを集めるだけ集めて、やっぱ用途が限られてくるのが困ってたのよ。つけるとこって無限にあるわけじゃん。そう。ない。形のままだった。そう。なんだけど、この、やっぱ一穴パンチくんがお家に来てからは、もう、あらゆるハンドクリームの左端、右端に穴を開けてブランドもね、いろいろあると思うんですけど、これは、このストッパーかけとくと、もう本当に、ちょっとでっかい爪切りみたいな、くらいになるから。閉じてくれるんだ。そう、閉じてくれるの。そこもこれ、おすすめポイントです。いや、目印アクセサリー買わんけど、みたいな人にとっては、あれかもだけど、でも、なんだろうな。手元にね、目印アクセサリーあったりとか、まあ別に目印アクセサリーじゃなくても、こういうね、キーホルダーの使い道とかに困ってる人とかは、ちょっといろんなところに穴開けてみて、ぜひ引っ掛けて、
おしゃれ楽しんでみるみたいな。これのいいなって思うところは、リップにつけたりするとさ、丸いリップにつけたりすると、その使う部分についてるじゃん。だからちょっとそうジャラジャラが邪魔。可愛いけどね。可愛いけど。けどチューブのここってさ、別にそんな頻繁に握る部分じゃないから、こう可愛いし邪魔にならないっていうのがめっちゃいいかもって思った。めっちゃ目の付けどころがいいね。あなたいいね。でしょ。確かに言われてみればね。そうだね。リップは蓋につけてもちょい邪魔だし、で、まあ、下につけてもそこ持ち手だから、そうね、ちょい邪魔だし。まあ、可愛いけど、ちょっと利便性捨ててるみたいなところね。あるけど、これは確かに上の方についてたら全然、上の方から絞ることないもんね、チューブってね。まあ一番最後の最後ですから。まあそうだね。だから、利便性を保ちつつ、目印、キーホルダーの可愛さも保つってめっちゃいいかも、これ。お値段も試しやすいので。買ってみてください。っていう、まあ、日用品のような、ちょっとホビーのような、はい、商品の紹介でした。はい。次は、クララのベストバイ2つ目いきます。お願いします。こちらです。じゃじゃん。さっきとちょっと関連あるんだけど、はいはい。こちら、リラックスユタポン肩首ホットです。また肩首系いたわるグッズなんですけど、こちら1650円くらいかな。で、買った、小豆の力でさ、レンジであったかくなるやつらあるじゃん。あるね。それの、肩と首両方いけますよっていう。はいはいはい。さっきと同じで、そのストレートネックで頭とか首とか痛くなった時に調べて買ったやつなんだけど、まあそれにもすごい効果はめちゃくちゃあったんだけど、うちがこれ重宝してるのは実はそこじゃなくて、うち冷え性で低血圧で朝がすっごく苦手なんですよ。起きてから、目が覚めてから立ち上がるまで結構時間がかかっちゃう。エンジン吹かすのに時間かかっちゃうタイプなんだけど、これをね、朝、寝る時じゃなくて、朝に温めて、こう肩首に乗せると、あったかい血がすぐ体に回って、結構すぐシャキって慣れて朝から頑張れるみたいな。そう。これ系は結構お休み前にみたいな言ってると思うんだけど、うちはね、これ朝に使うのがめちゃくちゃ良くて、起きた時毎日、2分くらいかな、チンして、ここに乗っけて使ってる。なるほど。こう、朝エンジンかけるためにってことね。でも、ね、言うもんね、その朝ごはん食べなきゃいけないのは、やっぱこう、体温上げるのが大事だみたいな。上半期ってやっぱ寒い時期じゃん。で、特に起き上がれなくなっちゃうんだけど、この暖かさがね、めちゃくちゃ助かりました。まあ、寝るときにも使えるし、普通に。アイマスクにもなるし。なるほどね。私、実はこの、肩温めるやつ、買ったことあって、これいいなって思ったのが、首も温まるんだね。あ、そうなんです。これはいいね。私使ってたのあれだわ。この首のとこなかったわ。首筋にさ、太いさ、血管が通ってるわけじゃんか。だからそこを温めてくれるのはね、嬉しいし、うちはこのね、重さが好きで、寝るときはアイマスクにして使ってた。そうだよね。寝るときなんかさ、目のあたりに重みがあるのってちょっと落ち着くよね。落ち着く。かといって、布団とか被るのはちょっと息が苦しくなるし、ね、違うんだよね。わかるわかる。さっきの首サポーターと合わせてね、これでね、首周りの痛みね、ほとんど今ないと思う。同じ冷え性さんとか低血圧の人とか、朝弱いよって人、おすすめ。温めに行かなきゃいけないのはあるかもしれないけど、ルーティンにしちゃえばそんなに苦じゃないです。首のところが盛り上がってるのが、寝るときにもやっぱ使いやすそうだなって思う。そうなの？うち普通の方を使ったことないからわかんない。やっぱさ、なんかさ、このさ、首にクッションがあるとさ、ちょっとなんかこう、姿勢的に寝やすくなる。確かにね。
枕的なあれもあるってそう話やん。これ、種類があってさ、ちょっとこれ見て。キララがこれ好きかわかんないけどね。うちはこれ後から見てこっち買っとけばよかった。そうなのなんだ。これ見て。かわいい隅っこ暮らしの首肩ホット。いいや、こっちにしよっかな。私、隅っこ暮らし好きだよ。色も可愛いね。そうなんだよ。ちょっと、探してみます。できれば、隅っこ暮らしの方が欲しいかも。可愛いよね。そう。ということでね、クララのね、ベストバイは首周りケア商品たちでした。でもこれだけでだいぶね、暮らしがね、楽になったから、ぜひぜひ悩んでる皆さんにおすすめしたい。肩痛くなったら、一旦湿布とかしてしまいがちだから、やっぱこう根本的に直していかないとなってこれ見て思った。そう、姿勢を正したらね、痛くなくなりますから。そうだね。美姿勢目指します。次ね、撮ってる時、うちらの首が5センチぐらい長くなる。はい、ありがとうございました。はい。いいね。健康に、聞いてるだけで健康になれそうな。どっちもね、高くないし。そうだね。持ってて損なしです。2つ買っても5000円いかない。まあちょっと暑くなってきたからね。このホットの方は難しいかもしんないけど、また寒くなるときに覚えといて。そうだね。けど、それこそさ、低血圧の人からしたらさ、あんまり関係ないよね。関係ないね。普通の暑さみたいなのね。クーラー冷えとかもあったりする。あるよね。わかる。2つ目。行かせていただいていいですか？いいですよ。気になるんだかめちゃくちゃ。すごい気に入ってくれると思うんだけど、その自信があるゆえに、うちがもたどり着いてる可能性が。可能性が全然ある。なんだろう、何系かも全然みんな来てないの。なるほど。じゃあもう、早速、どんどん行きたいと思います。はい。こちらです。カルディの梅エイドベースです。ちなみにこれ、どうすか？見たことある？買ったことある？ない。よかった。今聞いて、エイドって何ってなった。確かに。で、ちなみに私も、エイドってピンとこなくて調べたんだよね。エイドっていうのは、果物の、果汁、果肉とかに甘味料を加えて、その炭酸とか水で割る前提で作られた、シロップみたいなものの総称だね。梅シロップ？簡単に言うと梅シロップなんだけど、ちゃんと、天然のものが入ってること。果汁そのものが。そう、思う。だからこれも、国産の梅果汁使用らしいの。クララ、梅味好きだよね。大好き。だよね。で、梅酒をさ、結構飲んでる。じゃん。飲むときは。でもクララって別に、お酒が好きなわけじゃないと思うのね。そうなんだよ。そう。味が美味しくて飲んでるから、だからよくあれも飲んでない？ノンアルの梅スカッシュみたいな。それも飲んでそう。酔わない梅酒だっけ？それの味がする。へえ。そう。梅酒の酒抜きってこと？そう、の味がした。うち狙い撃ちすぎだよ。作る濃さにもよるんだけどさ、梅酒って割と甘さ強かったりするじゃん。いろいろあるけどね。そう、いろいろあるけどね。私のイメージではね。酸っぱいではないかな。そう。なんだけど、これはちょっと酸味の方が若干強い。いい。そんなに甘いものが飲みたい気分じゃないときは、ちょっと薄めに作ればいいし、そこの調節ができるのも、マジでいいなって思ってるポイントで、500ミリ5倍希釈だから、500ミリリットルのペットボトルのジュース、多分、どのくらいで薄めて飲むかによるけど、5本から6本ぐらいなのね。そう。で、473円だから、特売のジュースとかには負けちゃうけど、値段もそんな高くないし。飲みたい時に1杯だけ飲めたり。そう、量の調節もね、しやすい。
めっちゃいいじゃん。そう、あと、これ、ホットもできるらしい。あ、何？レンジで温めて、ホット、梅、ドリンク熱燗。そうそう。いやー、あったかい梅酒も好きなんだよな。てかね、聞いてて思ったんだけど、うち、本当にキララが言った通り、梅酒がね、味が好きで買うんだけど、だから、選ぶお酒の幅がすごい狭くなっちゃって、そう、梅酒が家にあるから、新しくお酒買えないなって。はいはいはい。上品で梅の味があるんだったら、お酒の挑戦する幅とかも広がりそうで、なるほど、ね。いいかもって思った。カルディ行くしかねえ。いや、これ、皆さん、カルディでこれ探してみてください。以上、2026年上半期、キラクラのマストベストバイ商品、紹介でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、楽しかった。こないだ買ったこれよくてさ、とか、割と話するけど、今回はさ、見てくれてるリスナーさんに向けて、そう、っていうのもちょっと考えて選んだものだから、それこそ最近、クララが首サポーターなんか買ってたの、全然知らなかったし。すっげえいたわってた。実は。そう、だから、うちらにとっても意外性がね、あって楽しかったね。でも、目印の穴開けパンチはキララらしくてめっちゃいいなって思った。なんかさ、正直、マストバイとかベストバイってさ、ちょっと高めのハイテクなものを紹介する人が多い気もするんだけど、なんか、うちららしい商品が出てきた。なんか日常に寄り添ってるやつ。なんか、私はそれはでも考えたかも、多少。最近炊飯器変えたんだけど、炊飯器変えると米の味変わったなって、普通に実感あるんだけど、でもさ、みんなに炊飯器勧めてもさ、ね、都合よく炊飯器ちょっと変えようと思ってたんですよねっていう人そんないないと思うし。いたらどうするの？めっちゃいたらみんな思ってたらどうする？ある程度みんなが思い立ってパッと買ってもらいやすいものか、考えたから、そう。うちもみんなが悩んでるかなって、同じ悩み持ってる人多いだろうなってところ。絶対多いよ、みんな。ねえ、どうせこのキラクラチャンネルの動画もスマホで見てるんでしょ。知らんけど。現代病だから、ストレートネック。ぜひね、みんなのさ、マストバイ的なものも。聞きたい。聞けたら嬉しいので。コメント欄に、書いてもらえたら教えてください。はい。ということで、今回も見てくれてありがとうございました。またのご来店お待ちしてます。バイバーイ。バイバーイ。